さあ、今日も今日とて解説をしていくわよ。今回は嘘の見抜き方についてですね。最近は YouTube や TikTok、本屋などで相手の感情を読み取るために表情やボディーランゲージを見ましょうと解説してたり、中には根節丁寧にどんなポーズを相手が取ったらその時どのような感情を抱いているのかを説明しているものもあるわ。しかし結論から言わせてもらうと、嘘を見抜くという点においてはどれも全く効果がないの。そうなんですか？嘘って、例えば視線の動きとかに出ると聞いたことがありましたけど。残念ながら人間の嘘を見抜く仕組みはそんなに単純ではないわ。心理学といえど科学的な研究をベースにしているわけだから、当然内容が古くなったり情報が更新されたり反証が出ることは私たちの動画をよく見る視聴者たちはすでにご存知かと思います。今回は人は基本的に嘘をつくし、その嘘を見抜くのが難しいという話と、それでも嘘を見抜きたいという人のために後半の方でちょっとした嘘の見抜き方を紹介するので、どうぞよしなに。まあ、ぶっちゃけ嘘を見抜くとか言っても、覚えたり見るべき場所が多すぎて、どれもこれも実用的じゃないですし。そうね。それにまずは人がどれくらい日常生活で嘘をつきやすいのか話すわね。例えば、イギリス新聞社のデイリーテレグラフ紙と心理学者が共同で嘘に関する全国的な調査を実施したところ、生まれてから今まで一度も嘘をついたことがないと答えた人が 8% もいたことが分かったの。さらに別の調査でも、ほとんどの人が1日に2回大きな嘘をつき、会話の3分の1には何らかのごまかしがあり、しかもその嘘の8割は相手に気づかれていないという結果が出ました。また、80% 以上の人が職を得るために嘘をついたことがあり、その大半の人は雇用主は求職者が素性や経歴をごまかすのは先刻承知だと考えていました。あと自己申告レベルで男性では 50%、女性では 40% の人が人生で少なくとも一度は浮気をし、しかもおそらくそれは未だにバレていないことも分かっているの。うわぁ、人ってあまり意識していないだけで、小さな嘘から大きな嘘まで、結構、頻繁に口にしているんですね。そうね。そしてさらに、テキサスクリスチャン大学のチャールズ・ボンドは、人が嘘をついている時に、どんな行動をとるか調べるため、60以上の国で、数千人に他人が嘘をついていることを、あなたはどうやって判断しますか？と質問しました。すると、どこの国でもほとんどすべての人が、嘘つきを見破るサインとして、目をそらす、手を振り回す、椅子の上でそわそわするなどを挙げました。ところが研究者は、何時間も注意深く、嘘つきと正直者のビデオを見比べ、また映像観察訓練を受けた人に、デジタル画像を分析させたところ、嘘つきは、本当のことを言う人と全く同じように相手の目を見つめ、手を神経質に振り回したりせず、椅子の上でそわそわしないということが判明しました。つまり、よく言われるような嘘の見抜き方が全く役に立たないということが分かったのです。確か以前見た研究だと、我々一般人が相手の嘘を見抜ける確率は、当てずっぽうでも 50% だと書いてありました。でもこれって、例えば捜査官や裁判官だったらどうですかね？少なくとも職業柄、相手の嘘を見抜く力が一般人よりもありそうです。なかなかいい質問をしてくるわね。もちろん、捜査官や裁判官も例外ではなかったわ。カリフォルニア大学の心理学者、ポール・エクマンは、嘘をついている人と本当のことを言っている人のビデオを様々な専門職の人に見せ、嘘つきを見分けるように頼みました。ところが、捜査官や裁判官、精神科医のような正しい判断が必要な職業の人間でも、嘘を見分けられる能力は一般人と違いがありませんでした。また、CIA といった有名な組織も例外ではなく、例えば冷戦時代にキューバへ潜入させた CIA スパイのほとんどが二重スパイか、元からキューバ政府のためにアメリカへ潜入していた工作員で、キューバ側から亡命した工作員が、その事実を暴露するまで、アメリカ政府の高官たちは誰も気づかなかったのです。そして東ドイツでも CIA の元東ドイツ諜報機関の長官だったマルクス・ボルフの回想録によると、CIA の工作員は残らず寝返ったか、そもそも東ドイツのために
最初から働いていたものばかりだったと述べています。専門職の人ですら、一般人と変わらない正解率なら、そりゃ未だに誤認逮捕や冤罪が絶えないわけですね。だから、なんとかして嘘を見抜いてやろうと、様々な手法が考案されたわ。例えば古代では、皮下希望が嘘発見器として使われたのよ。真っ赤に燃える皮下希望を嘘つきとされた人間に3度舐めさせたの。正直者は、口の中に唾液が溜まっているので火傷しないが、嘘つきは、口の中が乾いているために、皮下希望に舌がくっつくらしいです。また、同じような手法はスペインの宗教裁判で、大麦のパンとチーズを食べさせるというアレンジが加えられて活用されました。そしてどれもこれも、全く効果がありませんでした。古代から中世、そして現代にかけて、先人たちの涙ぐましい苦労がわかりますね。そういえば、先ほど出てきたポール・エクマン博士は、微表情について研究をしている人ではありませんか？ええ、確かにそうよ。微表情ってのは、人間の顔に 0.2 秒ぐらいのわずかな時間だけ浮かぶ表情のこと。どんな人でも、微表情は必ず現れるから、それを見極める訓練さえすれば、他人の心が読めるようになるという考え方です。日本だと海外ドラマ、Lie to Me 嘘の瞬間で有名になった話です。表情の多くは、たとえ相手が泣いていたり笑っていようとも、心の中で本当は何を思っているのかまではわかりません。でも、微表情はどんなに偽ってもわかるよね、ということで微表情の検証が2000年代からいくつか行われました。つまり微表情は、相手の表情を見れば嘘をついているのかがわかるという考え方を広めた、すべての元凶です。いや、すべての元凶とまでは言い過ぎですが、今現在、微表情分析が嘘を見抜けるという根拠は全くないそうですね。一応、微表情に触れたから、反証の話もしておくわね。例えば、2008年に出た論文では、697パターンの表情を、フレームごとに細かく分析していきました。すると、697パターンのうち、微表情の定義に当てはまるものは、わずか14個しか存在せず、そもそも微表情みたいな、一瞬の表情はほとんど存在していませんでした。さらに、14の微表情を見ても、14のうち、6つが真実の微表情だったものの、嘘の微表情との違いがほとんどありませんでした。この研究で分かったことは、嘘をついているサインが、瞬きの回数でわかるかもしれないということでした。これでは微表情とは関係ありませんね。また、ノースイースタン大学の研究で、過去に行われた1000件近い表情研究をまとめた系統的レビューを行いました。大量のデータを分析した結果、人間の表情から感情を推測できるという考え方には根拠がないということが分かりました。表情で感情がわかる。って説を支持する有力な研究は現状ほとんどありません。研究チームは表情が当てにならない原因について同一性の低さ、つまり同じ感情がいつも同じ表情として表現されるわけではないということに加えて一般性の低さ、つまり文化によって感情の現れ方は変わることを指摘しています。だから特定の表情を見極めても意味がないということです。他には2010年のレポートで、アメリカの空港で、セキュリティに表情分析が取り入れられ、防犯強化のために、3000人の職員が微表情トレーニングを受けました。その結果、正しい犯人を捕まえられる確率は、1% 以下しか上がらなかったそうです。専門家曰く、結局のところ、表情分析のトレーニングを受けた人々は、コイン投げと同じ精度でしか嘘を見抜けないという、これまでの嘘に関する研究結果と同じ結論に至りました。様々な研究を見ると、どう頑張っても嘘は見破れなさそうですね。最初にも話したと思うけど、確固たる嘘の見抜き方ってないのよね。それでも、今現在判明している嘘の見抜き方をいくつか紹介できると思うから、参考程度に覚えてみると面白いかもね。ではまず最初に紹介するのは、嘘をつく人は、忘れたという表現を使わなくなるって話からです。例えば誰かに、先週の出来事を質問されたら、ほとんどの人が細かい内容までは覚えていない可能性が高いので、正直な人は、一部の記憶を思い出せなくても、ごめん忘れたと平気で言えるのに対し、嘘をつく人は、聞いてもいないような話まで
ベラベラと喋ってしまうのです。それと同時に、嘘をつく人は、その場しのぎで会話をしていることが多く、少し時間を空けて、また同じ質問をされると、前回と全く違う答えを返してくることがあるので、そこも嘘を見分けるためのポイントになります。さらに最近出たテンプル大学の論文では、ずっと相手に見つめられていると嘘が減るんじゃないかという結論になっていました。なんか言葉に関するものが多いですね。そうなの。今現在支持されている嘘の見抜き方の多くは、相手が何を言っているのかにフォーカスした内容がほとんどで、逆に言うと、それ以外の方法は、ほとんどが科学的な検証により、すでに否定されているわ。つまり確実に、嘘を見抜く方法はこれだ。というものは現状ないようですが、いくつかの候補は存在しているみたいですね。だから、ビジネス書や専門書で嘘を見抜く方法という項目があったら、まずはその嘘に騙されないようにしないといけませんね。そして今日もためになる解説ありがとうございました。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。他にもベルマークを押すと、最新の動画などを見逃さずに済むので、ぜひご利用ください。